2025初のスナップ会でございます。はい、はい、今回はですね、割とみんな一回見たことある子がいっぱいいるんじゃないかなと思ったり、最近世田谷線私の中で暑いんだけど、そこで一人撮らせてもらった人がおります。まずは可愛いといえばカーブストア、東京のお店の3人撮らせてもらいました。さくらちゃんとみくちゃんとななこちゃん。ななこちゃんはのり榎本の、スタッフの人。のり榎本はカーブストアにいっぱい展開してありますよね。さくらさんのポイントから伺いましょうか。色合わせが好きで、グレーとブルー、青、この組み合わせ私すごい好きだった。あと帽子がね、ちょっとね赤ちゃんみたいな帽子なんですよ。さくらちゃんを見て私の中でちょっと今帽子ブームに火がついております。みくちゃんは実は柄かける柄の組み合わせが面白いなと思ってて、これと柄とこの柄合わせるんだ、へーみたいな。インナーがもう柄になってるってことですよね。そうでもまとまりがあるのはやっぱ色合わせとか上手なんだろうね。ななこちゃんも色合わせが上手だなっていうのと、レイヤードの仕方がすごい上手だなと思って、結構ピタピタっとしたそのシアーなトップスを重ねてるんだけども、ちょっと切れ込みが入ってたりとか、ちょっと重ね着の具合がおかしかったりとか、あと色の見せ方がすごい上手。あと趣味びっくりしてね。趣味びっくりやったね。私今度混ぜてもらいたいんだけど。じゃあ3人まとめて連続でいきましょう。どうぞ。中島さくらで、カーブストアのストアマネージャーをやっています。今日はですね、こんな格好をしております。こんな格好です。可愛いです。可愛いです。じゃあ早速なんですけども、着ているもの、じゃあ帽子から。オーバーライドの、帽子で、ちょっとなんかこう赤ちゃんみたいな形になってます。なるほどなるほど。でここになんかつけてるのが、こちらがキムヘキムのピンになります。なるほど。ソックスがムスボレっていうオンライン限定の日本のブランドなんですけど、ちょっとグリッターみたいなラメ感が可愛くて買いました。このワンピースと、あとこのジャケットが、ロネパークっていうカーブストアで販売してる日本のブランドです。なるほどなるほど。後ろがちょっとこう開いた感じ。本当だ、それ可愛い、それ可愛いやつだ。なるほどなるほど。そうなんです。そしてバッグは？バッグがアンタイトルっていうシューズのブランドなんですけど、今回新しくバッグを出したパンティーバッグになってます。パンツじゃないですか。あれですかね、パンツにリボンついてるじゃないですか。そうなんです。取り外しができるんですけど、一応なんかパンツオンリーでも使えるみたいな。なるほど。使うかどうかは別として。網タイツが中国のEC のサイトで買いました。可愛いね。200円ぐらいで超可愛い。買いました。で靴が？靴がカンペールで、タイツとちょっと色を合わせてみました。裏地が水色で、ここにこうされてるわけですね。今こうパリパリしてる時にちょっと気づいてしまいました。嬉しい。おしゃれもさ。じゃあさくらちゃんに質問です。ファッション好きになったきっかけ。きっかけは小学校5年生の時に、そのお母さんが結構ジッパーとか読んでて、すごいヒステリックグラマーとか、ちょっとそういうロック系のブランドが好きだったんですけど、1個こう T シャツお下がりでもらったのをきっかけに刺さって原宿に目覚めて、そこから小6ぐらいから毎週日曜日はもうお母さんと一緒に原宿遊びに行くみたいな感じから、どんどんファッション好きになりました。最初もらった服どんな服だったの？ T シャツ。なんか T シャツはすごいなんかリッスンフレーバーっていう、リッスンフレーバー、なんか当時ケラとかジッパーとかの雑誌で紹介されてた原宿系のブランドが結構カラフルなお柄がすごく可愛くて、そこからずっともうおしゃれ好きみたいな感じになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、野上美久です。カーブストアのサブブランドマネージャーしております。早速なんですけども、着てるもの着たいんですけど、帽子。はい。こちらがレジェっていう韓国のブランドのアイテムになっております。可愛いね。形いいね。ここがスタッチが星になってて。本当だ本当だ。サングラスがポートタンジェっていうモロッコのブランド。モロッコなんだ。そうなんですよ。モロッコなんですけど、日本の鯖江市でお作りしてるっていうブランドで。メガネのね。顔に形があってつけやすいです。イナーがガニーです。ガニー。で、宇宙人みたいなやつは？これがヘルムステッドっていうコペンハーゲンのブランドですね。かわいい。なんか宇宙人からかわいい。すごい好きなんですよ。なるほど。で、フリフリのやつは？これがロネパークっていうブランドのものです。ロネパークですね。で、靴がアンタイトルって、こちら中国のブランド
なるほどなるほど。あ、ちょっとヒール入ってんだ。そうです、ヒールスニーカーで多分一番定番の形の靴です。なんかパベパベのバッグです。パベパベ、何も入らない可愛らしいやつですね。何も入らない、本当アクセサリーです。じゃあ今気になっているブランドとかありますか？私が最近買ったブランドなんですけど、何？オペラスポーツっていうそれもはいはい、コペンハーゲンのブランドのバッグを購入して、コペンハーゲンが結構サスティナブルでしたりとかこだわったブランドが多くて気になってます。コペンハーゲンのブランドはなんか北欧行くとかも行ってなかった？はい、来週26日からコペンハーゲン行かせていただきます。それはチェックしに？はい、オペラスポーツのショーも見させていただくので、あ、そっかそっか、楽しみです。なるほど。それじゃあね。はい、ありがとうございます。名前が村本奈々子です。のりえの元のマネージャーをしてます。します。アクセサリーから。はい。アクセサリーがガルブブランドで、カーブストアでも取り扱ってます。してます。で、トップスはロネパークで、これもカーブストアで取り扱って、でブラもついてますよと。はい、でその下網網もセットになります。あ、全部でセットなんだ。はい。あ、なるほどなるほど。これでも別々でも着れるので。確かに確かに。スカートがレジェっていうブランドです。なるほどなるほど。ブランドになります。ほう。でパンツが GV ですね。はい。で靴が OAO。なるほどなるほど。でバッグがのりえの元になります。こんな感じです。はい、こんな感じです。あ、なんか可愛いちゃんもいっぱいついてる。相棒がついてます。で、なるほど、聞きました。あなた散歩が好きと聞きましたけど、尋常じゃないと聞きましたけど、何時間くらい歩くんですか？1日多くて8時間ぐらい歩き続きます。疲れない疲れる時もあるんですけど、さすがに8時間歩いてると足が痛くなってきます。そりゃそうだよ。お家から例えば原宿の美容院まで歩いて、そこから新宿まで、渋谷経由とかで歩いて、全部徒歩で用意して家に帰るっていう。なんかそれ戦後すぐの人みたいじゃないですか。その散歩が好きな仲間たちがいるんですよ。散歩部っていう。散歩部。ひたすら歩き続けるっていう。それは次右曲がろうぜ左曲がろうぜくらいのそういう適当な感じで。そうですね。楽しそう。目的とかも決めずに歩き続けます。その散歩部次やるとき誘ってください。はい、わかりました。ありがとうございます。散歩8時間って足もげますよ。もげますよ。あ、だって起きてる間中ずっとってことでしょ。ほぼそうなりますよね。僕思ったんですよ。さあ何歩歩いたか知りたいよね。知りたい。あと遠くまでやったらどこまで行けんだろうってやってほしいですよね。で聞いてこの間、私上野でコンサート聞きに行ったの。楽しくなるじゃん。ちょっと散歩して帰ろうって思って歩いて帰ろうみたいな。でらどこまで行ったと思う？上野から。新橋。あー近い。でも新橋。銀座や新橋。当たったんですか？新橋。銀座って言おうとしたんだけど、その後もうちょっと歩いたなと思って。時間だったら何時間ぐらいなんですか？1時間半。それでもそんな1時間半でそんだけ来れるってことですよね。8時間ですだからこそスレンダーバディなのかもよ。そりゃそうでしょうね。ねえ。次は健太くん。はい。健太くんはね、古着屋さんの男の子なんだけど、ここね、めぐちゃんも言ってたんだけど、スエルの、めちゃめちゃいいって古着屋さん。スエルヴィンテージのめぐちゃんもここは最近やばいって。じゃあプロがプロをうなってるってことでしょ。ヨーラン。ファッション的にはどうですか？この健太くんは老成してるなって思った。物の選び方が紳士、ブランドのチョイスだったりとかも、渋いとこつくねみたいな、いいもので長く使えるもの、だけども、すごく若いから今っぽい着こなしも感じさせるしみたいな。トラディショナルなものをこの世代の子が取り入れてるっていうのは面白いなって。深澤健太です。健太くんです。ヨーランでお店やってます。ヨーランどこにあるんでしたっけ？世田谷駅の世田谷でやってます。ここです。ここの2階にあります。で、ヨーランっていつから始めたの？1年3ヶ月前ぐらいです。なるほど。あれだよね、セレクトと古着屋さん。そうです。なるほど。後からゆっくり見させてもらいたいと思うんですけども、その前に健太君のかっこいい格好から聞きますか。ありがとうございます。じゃあメガネは？メガネはレスカです。レスカ。で、スカーフみたいなの。これはエルメスで、ジャケットもエルメス。ヴィンテージ？そうです。これは
祖父にもらいました。なるほどなるほど、素敵。インナーにシャツをシャツ、これはエルメス新品で買って、エルメス好きなんだね。エルメス好きです。の下はこれはアルニスのニットです。なるほど。で、オーバーオールみたいなやつ。これはうちで取り扱ってるアドベントってブランド。かっこいいね。で、靴はアディダス。すごいこの茶色っぽいステアリングが素敵だと思います。ありがとうございます。ファッション好きになったきっかけ。母が服屋やってて、でも物心ついた時から親のものとか祖父のもの着て育ったんで、それ気づいたらファッション好きになってました。ヨラン始めたきっかけは2人でやってて、もう一人オーナーの稲葉っていう学生時代の友達なんですけど、彼がずっと古着やってて、いつかこうお店やりたいねみたいな話から2人でやってるって感じです。セレクトで働いてたもんね。そう僕は、ドーバーで働いてたんですけど。なるほど。お互いのいいところを持ち寄ってみたいな。なるほど。じゃあ世田谷来た時はまた寄らせてもらいます。お願いします。じゃあねー。はい、次はですね、前も出てもらったかな、りっくん。はい。りっくんね、新しいブランド立ち上げたから、だから見に来てって言われて行ったら、そこがヨーランだったの。そういうこと？そうそうそう。で、ヨーランでりっくんを取らせてもらって、健太くんを取らせてもらったという。何がいいかってこういうものが着たいなって思ったら自分で作っちゃうっていうそのマインドが良くない？なるほどね。もう熱量がちょっと違うと、しかもそれを息するようにやるって感じ。あとはね、バランス感覚がすごいいいなって思った。もののチョイスのね。スタイリストやってます。で、今デザイナーもちょっとやらせていただいてます。そうなんですよね。私がここに来たのは実はりっくんが、初めての展示会をするということで、恥ずかしながらブランドデビューさせたというところで、こんな感じになっております。ブランド名なんて言うんだっけ？アーディアラープっていう名です。インドの、カシミールっていうヒマラヤ山脈の元にある地域のソズニ刺繍っていう刺繍に僕らが惚れ込んで、職人とやり取りしていく上でブランドにしようと、簡単に言うとそういう感じですね。なるほど。で、ちょうど今着てるこのジャケットもそうなんだよね。はい、これ一点物ですごい細かいよね。これも全部一個一個チクチクやってもらってるわけですね。で、中が1枚目の中がこれも古着のシャツですね。なんかキラキラなんですけど、キラキラのスケスケ柄っぽい感じ見えるかな？なんかわかる。なんかまがまがしい感じでいいですね。そうですで、中のこれもそのインド買い付けというか行った時に見つけたパジャマシャツですね。パンツはどうなってる？これがちょっと待って、オーバーオールか。そう、ジャンプスーツなんですけど、この生地が実はこのパンツで作ったザンプこれですね。これがカンタキルトっていうカンタキルト、ヴィンテージのそれをここにつけているというわけですね。ちょっと展示期間中着ようかなっていうので、このシャツのダイヤに合わせてダイヤ柄でなるほど縫い付けて地味に細かい仕事がしてある。実は古着で、デッドストックでできたステイシー・アダムスっていうブランドの革靴ですね。これからもやるんですよね。これからもやるんで、ちょっとブランドよかったらチェックをしていただければなと。もうあれでインスタグラムあるよね。インスタグラム作りました。なるほど。それも前の指輪の時と一緒で、前日に頑張って急いで作りました。指輪のこと聞いてなかったじゃん。そうだ。レイさんおなじみの。そう、モンボコです。モンボコやってます。やってます。それじゃあね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、最後はですね、サンズのレオくんですね。これね、最終日だったんですよ、サンズがこの場所からなくなる。なるほど。レオくんはこれをきっかけに一回そのサンズは卒業して、とはいえちょっとそのウェブ周りのモデルだったりとかそのお手伝いとかはするんだけど、インスタとかでね。でも自分独立して例えばブランドのそのお手伝いだったりとか、ディレクションだったりとか PR みたいなところを今までやってきたその経験や知識を生かしてやっていくっていう話ですかね。なるほど。12月1月はなんか出会いと別れの季節でしたよ。じゃあ今どこにいるんでしたっけ？今はユナイテッドアローズ原宿本店におります。最終日なんだよね。今日13日なんですけれども。そうなんですよ。レオくんね、お疲れ様でした。ありがとうございます。本当にいろいろお世話になりました。こちらこそです。レオくんはこれから、フリーランスとしてブイブイ鳴らしていくわけですね。頑張っていきます。じゃあ、今日の着てるものなんですけど、まず上から。ステッドソン。はい。ほうほう。カットの老舗のメーカーです。
なるほど。で、メガネは？メガネは、マイスドロー東京。で、今日はダウンの上にデニムを着てるということですよね。そうですはいダウンはどこの？ダウンは LLB のダウンです。なるほどなるほど。はいで、リーバイス。リーバイスなるほど。パンツがスタビライザー、自分がよく愛用しているデニムのブランドです。あ、これスタビライザーって書いてあるんですね。なるほどなるほど。で、ブラックミーンズ。何年働いた約10年ですね。？10年。続けば一番じゃあ面白かったこと UA で。スニーカーの抽選で何千人ものお客様がお並びいただいて、何のスニーカーだったの？アディダスのイージーブースト、一番最初のそれ発売した時に抽選システムも何もなかったので、全部手書きの申し込み書すごいね。並んでいただいて、もう一日中それをやってました。おー、なんかそういう時代を見てきたわけですね。ユナイテッドアローズ&サンズに対して一言。最高の場所ですね。最高の場所ですね。すごく最高でした。10年間ありがとうございました。楽しかった。めっちゃ楽しかったです。なるほど。じゃあねー。ありがとうございました。あきっぴはどの人が良かった？さくらさんかな。さくらちゃん可愛かったね。あとロネパーク気になりました。僕男だから着ることはないと思うけど。来たら来てもいいよ。全然来てもらってもいいよ。レイさん的には誰が一番良かったですか？もっとこの人のスタイリング見たいなって思うのは健太君。はい。どういう引き出しをこの人はもっと持ってるんだろうって思う、はい、底知れなさというかを感じましたね。皆さんは何が良かったかじゃあ書いといていただいて。はい、書いといてもろて。これもね参考になりますからね。あと私聞きたいことがあるんだけど、どこら辺行ったらスナップ撮れますかね？東京都内とかだったら。今いろいろカメラ持ちながらブラブラしてんだけど、なんか開発したいなと思って。原宿、青山とか多いんだけど、私的にね。他もなんかないかなって。で、おしゃれの基準は自分基準でおしゃれしてる人はどこにいるかっていうところを知りたいです。はい、そんな感じでまた2月かな、2月のスナップもお楽しみということで、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。